すごい秘密兵器を持ってきましたんです。あ、見つかりました。琵琶湖博物館学芸員の瀬能祐介です。専門分野は考古学で、普段は土器を研究しています。琵琶湖には100以上の遺跡が眠っています。でこちらの博物館では、2つの固定遺跡を展示しているんですけれども、その一つがこの粟津固定遺跡という遺跡です。こちらは約5000年前の縄文時代の貝塚が、水の中から出てきたという、そういう遺跡になります。でもう一つある遺跡が琵琶湖の北側で見つかっているんですけれども、つづら尾崎固定遺跡と言います。でこの遺跡はだいたい水深30メーターから70メーターぐらいのすごい深いところで、土器が見つかっていて、その時代もですね、縄文時代から鎌倉時代、いろんな時代の土器が、水の中から見つかっています。でどうしてそういう深いところで土器が見つかっているかっていうのは未だに謎でして、まだ解明されていません。今回は水中ドローンを使って、固定遺跡の調査をしたいと思います。正直言って特につづら尾崎遺跡はですね、深いところにあるので、僕も何がそこで見つかるかっていうのは分かっていません。すごいワクワクしています。それでは琵琶湖のミステリーを探しに行きましょう。粟津の西覧に着きました。こちらがですね、皆さん今見ていただいているのが、粟津固定遺跡っていう遺跡の発掘調査地点です。で今日もいい天気で、すごく穏やかな感じなんですけども、すごく水深が、2メーターから3メーターぐらいの浅いところになってまして、こういう場所で、貝殻を取って、縄文人たちが生活していたという、そういう風な場所になります。で、今回はですね、この粟津固定遺跡について、すごい秘密兵器を持ってきましたので、それを使って調査をしてみたいと思います。これはですね、水中ドローンって言いまして、モーターがついててカメラがついてるんですね。これを、湖の下に沈めることによってリアルタイムで湖の底の様子を調べることができます。では早速調査を始めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こうやってワイヤーって何メーターぐらいあるんですかね。最長200メーターです。あ、そうなんですね。もうじゃあかなり深いところとかも調査できる、そういう機械ですね。で、今ちょうど瀬田川の真ん中の方を目指してドローンを進めていきます。で通常水中ドローンってすごい深いところを撮ったりするんですけども、瀬田川の場合はすごい浅いので、ずっと沈めずに浅くまっすぐ進めていって、目標を見失わないように進めていけたらと思っています。かなりスピード出るんですね。いやめっちゃ速いですね。僕が今まで使ったことあるやつもっとすごい遅いやつですごいこれは調査がスムーズにできると思います。今川の底に沈んである貝塚の跡を探してるんですけれども、今の生きてる貝と違って、死んでる貝なので、表面の皮がめくれてしまって真っ白になります。なので真っ白の貝がたくさんあれば、それは昔の縄文時代の貝塚の跡だっていうのが分かるので、それでそういう痕跡を今探しています。今ちょうどやってもらっているところが、1990年代に貝塚の発掘をした時の調査地点の近くにドローンが今入っていっています。博物館で見た模型では陸地化して貝塚が見えてたと思うんですけれども、今見てもらってる通りもう全く川の中に入ってるってことがよくわかると思います。うん、進んでないですね。引っ張った方がいいかも。おそらくスクリューに水草が絡んでしまってちょっと動けなくなったみたいです。最近の琵琶湖はすごい水草多いので琵琶湖あるあるという感じがします。ちょっと今見てもらった通り水草がすごい絡んでしまったので動けなくなったので、一回回収して水草を取ってもう一回再チャレンジしています。はい、また水草が絡まったので強制的に人力で引っ張り上げてます。あ、しかもなんかちょっと重いぞ。
うわすごいなこれ。これ完全に水草回収してるんですこれ確かにこちらの方は避けれますけど、奥の方に行くと水草がもう避けれないですねあ、はい、見つかりました。ですね、今ちょうど、川の真ん中あたりに、ドローンを持っていきまして、でそれを、カメラを下を向けた状態で今川の流れに逆らわないように流している状態なんですけども、そうやって見るとすごい川の底の様子がしっかり映っています。でところどころに、白っぽくなっている二羽貝が、見つかっているので、まあおそらくなんですけども、これが縄文時代の、セタシジミの、貝殻だと思います。はい、まあチラチラとしか映せなかったんですけれども、その縄文時代の、セタシジミの貝殻の、捨てられた跡っていうことはすごいよく分かったので、まだまだ発掘した場所以外にも貝塚が残ってるんじゃないかなっていうことを、調べることができました。ここがもう一つの調査地のつづら尾崎湖底遺跡があちらに見えています。今右側に見えているのがつづら尾崎っていう場所で、琵琶湖の一番北の北端にあるんですけども、そこで半島上に突き出た部分になります。南側を見てもらって、南側にあるのが竹生島になります。で今回はですね、この竹生島とつづら尾崎の間が、ちょうど琵琶湖の中でも水深が100メーター近く深くなるすごく深い場所なんですけども、そこに眠っている、土器たちがいますので、それを見つけてみたいと思います。ちょうど、つづら尾崎の先端のところまでやってきたんですけども、あそこ見えますかね。あそこに、岩がゴツゴツしたあると思うんですけれども、ここら一帯が岩場になってます。で、B 展示室のつづら尾崎の遺跡のジオラマっていうのも、これをイメージして作ってます。じゃあ調査ポイントつきましたんで、この辺でまず1投目ドローン入れてみたいと思います。ちょうど、こちらつづら尾崎なんですけれども、まあ、大体水深15から20ぐらいの、ところになってて、あちらの竹生島に向かってどんどん深くなっていく、ちょうどそういうところですね。ちょっと試しで、入れてみたいと思います。周りはすごいマリンスノーみたいな、これなんていうんですかね、湖の場合はレイクスノーですかねプランクトンの遺骸が待ってますね。かんなはい、かつての捨てられたタツベが見つかりました今一応30分ぐらい中入れてやってみたんですけども、ちょっとですね、やっぱ北の北港の水深の深いところはそういう流れが急で、その流れが急なところをこう安定してドローン撮影するためにちょっといつもよりバッテリーを食ってしまって、一旦、緊急的に回収しているところです。まあちょっとバッテリーの残り的にあともう一回できるかなっていうところなんですけれども、はい、最後まで頑張りたいと思います。
沈めていきます。だいたい70以上はあるんじゃないですかねっていう感じのところです。今水深20メーターを超えました。こっからなんですよね。20メーターを超えて30メーター入るとすぐ流れがきつくなってきて、すごくダイバーの人たちも調査がすごい難しくなるんですけど、もう真っ暗になりましたね。30メーター超えると真っ暗になります。今58メーター、ここバッチしちゃったんじゃないかな、場所的に。60メーターで止まりましたね。やっぱ見えないわ。ちょっとね理由は分かんないんですけれども、結んでた、通信が途絶えちゃって、ちょっと調査がこのまま継続できないんで残念なんですけども、これでドローンは引き上げたいと思います。しゃあないね。ちなみにここですごい儀礼がされてたんじゃないかって言われてて、その今竹生神社とかの神社は、平安時代ぐらいからが、建てられてる神社なんですけど、それ以前から多分古代の採取がされてたはずで、それがもしかしたらこの水の中で何か採取してたんじゃないかなっていうのが、最近の考古学の調査結果なんですけども、なのでこのつづら尾崎遺跡に、いろんな土器が沈んでるのはこの湖の上で何かお祭り事をして、土器を沈めたんじゃないかと、そういうことが言われてます。そういうすごくサンクチュアリーな場所だということですね。はい。ちょっと残念なんですけれども、やっぱバッテリーが切れちゃったので、ちょっとこれで調査を終わりたいと思います。琵琶湖博物館に戻りたいと思います。はい、琵琶湖博物館戻ってきました。今回水中ドローンっていうのを使って、普段は見れない湖の底っていうところを皆さんに見てもらったんですけれども、で粟津湖底遺跡なんですけれども、縄文時代の貝塚の跡っていうのがしっかりドローンで映すことができまして、貝塚の範囲っていうのがある程度分かったかなと思います。ああいう調査をずっと続けていくことによって、実際の貝塚がどう広がっていくか、5000年前の貝塚がどう広がっていくかっていうのが、見えてくると思います。つづら尾崎湖底遺跡なんですけど、本当はですね、こういった弥生土器の完全な形の土器とかそういったものが沈んでるのを発見したかったんですけれども、やっぱりすごい深いところの調査なので難しかったなっていうのが感想です。今後もドローンの調査を続けて新たな発見をしたいなというふうに思ってます。考古学はですね、昔の人が生きてきた、活動痕跡、どういうふうに生きてきたかっていうのがものに現れている学問です。実際、こういう土器とかだけ見てるとなかなか分かんないんですけども、普段見えてない、アスファルトの地面の下とかにも、かつての昔の人の暮らしがあったりします。琵琶湖博物館に来てもらうと、かつての、暮らしの様子が実物大のジオラマであるので、それをぜひ見てもらって昔の暮らしを体感してもらえたらと思います。この動画を見てよかったと思った方、琵琶湖博物館に行ってみたいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは琵琶湖博物館でお会いしましょう。